ミラトリの剛です。皆さんミラトリを楽しんでいますでしょうか。ミラトリを練習していくにあたって、僕もそうですけど、もちろんねスイッチもします、トリックもします。そうするとどうしても転ぶことがね増えてくるんじゃないかなと思います。その中で安全にミラトリを練習していくために大事なことを、2つお伝えしていきたいと思います。一つは安全な転び方、もう一つは練習する環境っていう形になります。僕の長いスノーボード人生ではもちろん骨折とか怪我したこともあるんですけど、ここ15年ぐらいの間は、怪我はありません。皆さんにも安全にミラトリをチャレンジしてもらうためにしっかりした転び方を見ていきましょう。はい、ではまずトーサイド、トーサイドで逆エッジをね食らった時の転び方やっていきたいと思います。でこのまま高い姿勢のままだと危ないので、低い姿勢になって、でなるべく野球のヘッドスライディングのように前へね滑り込むような形にしてもらいます。ここから小さくなって、そのまま前に手を伸ばしていって、で板もずってると危ないので上げてください。この状態で下へ滑っていけばそんなに衝撃を食らうことはないです。でこう倒れていく時に滑らすんじゃなくて、このままドーンと手首をついちゃうと手首骨折したりそこで痛めちゃったりするので、こう手をね先についちゃうのはやめてください。このまま前にね滑っていく、体全体で衝撃をね受け止めるようにしてあげてください。では実際に僕が転んでる映像を見ていただきたいと思います。はい、ではかかと側ですけども、かかと側もこのねなるべく小さくなります。でこれもさっきと同じように手を先につきに行くと手首が怪我したりしますので、小さくなってお尻からね後ろへ転がるような感じになります。でそのまま頭を雪面にぶつけてしまうのも危ないので、頭はしっかりとねこう丸めておへそ見るような形にしてあげます。その状態で背中とかがついたらまた手をねそこでバーンと柔道の受け身みたいにしてもらうと安全に転べるんじゃないかなと思います。小さくなって頭ね丸めて後ろへ転がって手を叩く。でこのヒールサイドの時にも板は上げといてください。そうしてあげるとそんなに衝撃を食らわずに怪我もしにくいんじゃないかなと思います。このお尻の前に手をこうねここについちゃうと本当危ないので、なるべく手はつかないようにしてあげてください。はい、これ転び方を頭で知ってても実際に転ぶ時ってとっさの時なんですよね。急にバーンって転ぶので、その時にどうだったっけなっていうことをね考えながら転べないと思うので、普段ちょっとゲレンデとかでちょっと練習してみる、あとは家で布団のところで練習してあげてもいいと思いますので、とっさに体が自然とそういう転び方がねできるように覚え込ませるようにちょっと練習してあげるといいんじゃないかなと思います。はい、ではそれでは2つ目の環境なんですけども、これはやっぱりハイスピードで僕ミラトリをするのにカービングしながら急斜面でトリックもします。ですけどいきなり練習する時にはそういうシチュエーションでは僕もやりません。なのでなるべく緩斜面でスピードの出てないところでまずは練習してください。でジャンプしたりとかするトリックもありますけども、そういうジャンプするトリックもまずはジャンプせずに体の動き、板をスライドさせて体に覚え込ませてあげるようにしてください。
ぱ雪上でやる前に板を履いてない状態で体のイメージを取るのもすごい有効だと思います。でその緩斜面の中で絶対に転ばない自信がついてきて安定感も出てきたらスピードやシャドウを徐々に上げていって実際のターンの中に組み込むようにしてください。次はゲレンデの人の少ないところでなるべく練習するようにしてください。やっぱりトリックで回ったりすると目線も切れてやっぱり状況の把握が難しくなります。リスクがあるのでなるべく空いてる場所を選んで練習するようにしてください。あとは、プロテクターやヘルメット、これはもちろんね装着してあげた方がリスク減るので僕はヘルメットもしてるしお尻のねパッドもしてるのでそういったところは自分でね管理してやってあげると怪我のリスクは減るんじゃないかなと思います。他のハウツー動画は再生リストにまとめてありますのでそちらもぜひチェックしてご覧ください。でみんなで怪我なくミラトリを楽しんでいきましょう。はい、いや。